海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は数学の有名な未解決問題に一件の X 投稿で判例の主張が出たという話です。まだ査読前の主張だということも最初に言っておきます。数学の予想に投稿一つで判例の主張？数字だけ先に言います。1939年に提唱されて87年間世界中の数学者が証明も判例も出せなかった予想があります。今回出てきたのは3つの式を組み合わせた1つの変換、3つの違う点を入れたのに答えが全部同じ1つの点になって、しかもその変換のヤコビ行列式という数はどこで計算してもマイナス2で一定でした。87年3つの点が同じ1点にマイナス2で一定。もうそれだけでこれまじ？発表したのは数学の研究者で、今はアンソロピックという会社で働いている人です。このチャンネル自身も制作にクロードというアンソロピックのツールを使っているので、その関係も含めて淡々と見ていきます。発端はレベンとアルポディさんという数学者の X 投稿でした。ヤコビ予想は誤りだった。友人のアキルが聞いてきたのがきっかけで、もう一人の友人フェーブルがワールドカップ決勝戦の間に作業してくれた。本人はこう書いています。ここで言うフェーブルはアンソロピックのモデルクロード、フェーブルのことです。友人は投稿での擬人化した書き方です。ワールドカップ決勝の最中にモデルに作業させてたの？本人の投稿によるとそうです。そして投稿には判例の主張となる式とそれを裏付けるウルフラムアルファの計算リンクが添えられていました。公開された式は直接計算できますが、今のところ一次ソースはこの X 投稿1件で、正式な論文や査読はまだです。87年も誰も判例を出せなかった予想に1件の投稿で？そうです。このアルポディさん、ハーバードのソサエティ・オブ・フェローズという研究職にいた数学者で、経歴を見るとプリンストン大学で博士号も取っています。それと同時にさっき言った通り、今はアンソロピックに在籍している人でもあります。そもそもヤコビ予想って何を予想してるの？複素数の世界で多項式 X や Y の掛け算足し算だけでできた式で作った変換の話です。この変換にヤコビ行列式という一つの数を計算する方法があります。その数字が変換のどこでも0にならない一定の数なら多項式でかける逆変換を持つはずだというのがヤコビ予想の主張でした。一つの数字さえ見れば全体が大丈夫かどうかわかるってこと？そう予想されていました。身近に言うと虫眼鏡で見える小さな範囲では優れも折り返しもない。それでも布全体を見れば遠く離れた2箇所が同じ位置に重なる可能性は残ります。その可能性がさっきの一つの数字だけで本当に消せるかという話です。拡大したら大丈夫そうに見えても遠く離れた場所同士がこっそり同じ場所に着地してるかもしれないってこと？まさにそこです。1939年にケラーさんがこの予想を提唱してから、この局所 OK なら全体も OK かという問いに誰も最終的な答えを出せずにいました。数学者スメイルさんが1998年にまとめた21世紀の数学の問題というリストにもこの予想は入っています。3点だけ見れば十分みたいな近道はなかったの？ありませんでした。実数がとても低い式や特定の形に絞った式については正しいと確認された範囲もあります。ただ変数の数がいくつであっても一般に成り立つと言い切れる証明は誰にもできずにいたんです。今回の主張は複素数の3次元空間から複素数の3次元空間への変換です。3つの式を組み合わせた1つの変換で、アルポディさんの投稿によるとヤコビ行列式はどこで計算してもマイナス2一定です。マイナス2で一定なら局所的には優れていない証明書ありってことだよね。投稿の主張ではそうです。ところが0、0、マイナス4分の1という点と1、マイナス2分の3、2分の13という点、それにマイナス1、2分の3、2分の13という点、この3つの違う点をさっきの3つの式にそれぞれ入れると全部同じマイナス4分の1、0、0という1点に着地します。局所的には大丈夫なはずなのに3つの違う場所が同じ1点に重なっちゃうんだ。重なった時点でこの変換は逆向きに戻せません。ある1点に元の場所が3つあることになるので、答えから元の場所を1つに決めるという逆変換が作れないんです。この主張が正しければヤコビ予想の判例が1つ出たことになります。この式画面に出てる通りに打ち込めば自分でも確かめられるってこと？ 3 点が同じ答えになる部分は代入するだけで確かめられます。実際投稿にもウルフラムアルファのリンクが添えられていて、専門家でなくても電卓感覚でその場で追いかけられます。
一方ヤコビ行列式が本当にどこでもマイナス2になるかは3つの式を微分して整理するもう一段別の計算が必要です。でも代入するだけで確かめられる式ならもっと早く見つかっててもよくない？そこがこの問題の面白いところです。ヤコビ予想は正しいと証明されたと発表される論文が過去に何度も出ています。ところがウィキペディアにもまとめられている通りそのほとんどが後から誤りを指摘されてきました。数学の世界でうっかり信じてはいけない主張の代名詞みたいな問題なんです。部分的には正しいって確かめられてた範囲もあるんだね。あります。2つの変数だけの場合でも一般には未解決のままでした。ただし孟子という研究者が次数100までの全ての式については予想が成り立つことを確認済みでした。今回の判例の主張は変数が3つのケースです。何十年も前の計算機でも探せば見つかったかもしれないってこと？ HN ではそういう見方をしているコメントがありました。同じ議論の中では2015年頃に変数16個各次数10前後という条件で計算機探索が試みられたことがあったという話も出ています。ただその時の見立てでは判例が見つかるとしてももっと大きな式になるはずだと予想されていたそうです。今回の主張は変数3つのそれよりずっと小さい式でした。87年世界中の数学者が答えを出せなかった予想と代入するだけで確かめられる式、この落差そのものが今日一番覚えておいてほしいポイントです。気に入ったら登録しておいてほしいのだ。次にまた何十年もの予想に動きがあった時も一緒に確かめよう。ヤコビ予想の判例で実は前にも聞いたことがある気がする。それは多分ピンチュクさんという研究者の例のことです。あちらは1994年前後に発表された強い実ヤコビ予想という別の主張への判例でした。今回のアルポギさんの主張とは対象が違います。何が違うの？ピンチュクさんの例は実数だけの世界の話です。ヤコビ行列式はどこでもゼロにはなりませんでしたが一定の数ではありませんでした。今日のヤコビ予想は複素数の世界の話でヤコビ行列式がゼロでない一定の数であることを前提にしています。ピンチュクさんの例はその前提自体を満たしていないので今回の予想への判例にはならないんです。なんで混同されやすいの？どちらもヤコビ行列式の条件を満たしても変換が1対1とは限らないという同じ形の驚きだからです。その条件の中身が複素数では一定の数に限られるのに対して実数では一定でなくてもいいという違いがあります。今回初めてその本来のヤコビ予想の側で判例の主張が出たことになります。名前が似てるだけで実は前提から違ったんだ。この話どこまで確認が済んでるの？ハッカーニュースでは300点を超える投稿になっていて数学者のダニエル・リットさんやジャード・リューカー・リヒトマンさんも公に反応しています。ここでの反応は査読による検証とは別のものとして見ておく必要があります。ウィキペディアの編集者たちの間ではこの計算への異論は書かれていません。 Google ディープマインドが公開してるウィーンで証明をチェックするリポジトリでも何か動きある？この収録時点ではそのリポジトリに判例を形式的に確認しようとする作業用の提案が1件出ています。ただまだ本体には取り込まれておらず書いた本人も今はまだ荒削りと述べている段階です。ここもこれから数日の経過を見る必要がある材料の一つです。じゃあもう決着ってこと？そこまでは言えません。今のところ一次ソースは X 投稿1件で正式な論文にも専門家による査読にもまだなっていません。今確認できるのは3点の代入計算とコミュニティの反応まで、これから来るのはヤコビ行列式の記号計算での確認と正式な査読です。この2段階に分けて考えるのが正確です。ウィキペディアで揉めてるのは数式が間違ってるかもって話なの？編集者同士の論点を読むとこの計算への異論は書かれていません。実際に揉めているのは X 投稿1件を百科事典の出典として扱えるかという編集方針の話です。結局 AI が数学者にとって変わったみたいな話なの？投稿からわかる範囲ではそう言い切れる材料はありません。アルポギさん本人が投稿で説明した経緯では友人のアキルさんの質問がきっかけでテーブルつまりモデルが式を出しアルポギさん本人がそれを確認して公開したという流れです。人が問いを立ててモデルの出力を人が公開したという事例として見るのが近いです。積みんでないこともまだあるんだよね。あります。
正式な論文としての査読はこれからこの式を導いた考え方が他の似た未解決問題にも応用できる考え方なのか、それとも今回だけの成果なのか、そこもまだ分かっていません。ここ数ヶ月 AI が関わって未解決問題に動きがあったという報告は他にもいくつか出ています。今回もその一つとして淡々と見ていくのがちょうどいいと思います。そういえば AI が数学の証明に関わった回、最近もう1本扱ってるから、気になる人は概要欄からチェックしてみて。あっちはリーンという別のソフトで形式検証済みの話だったよね。そうです。今日の話は代入で確かめられる段階までです。ヤコビ行列式の記号計算での確認と専門家による査読はこれから来る段階として覚えておいてください。今日のまとめです。1939年に提唱されて87年間答えの出なかったヤコビ予想にアルポディさんの投稿で判例の主張が出ました。3つの違う点が同じ1点に着地し、ヤコビ行列式はどこでもマイナス2だという主張です。似た名前のピンチクさんの例は1994年前後に出た前提の異なる別の予想への判例です。混同しないよう覚えておいてください。一次ソースはまだ X 投稿1件、査読もこれからっていうのも忘れちゃいけないポイントだね。発表したアルポディさんはハーバード出身で今はアンソロピックに在籍している数学者です。今日お伝えした通りです。このチャンネルはこれからも数字の出所と確認の段階をきちんと見ていくよ。査読が進んだらまた追いかけますね。みなとミントでした。気に入ったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。バイバイ。